3つ天井がついてるんですが、それぞれ天井の高さが違うと思います。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドやっていきます。本日は以前にお送りしておりました建築基礎シリーズの第2弾といたしまして天井編をお送りいたします。アーク建築なかなか奥が深くてですね、ちょっとしたことで、綺麗にできたりとか、逆にうまいことこの段差消したいなにって思った通りにいかない部分っていうのが多々出てくるかと思いますので、そういった時にお役に立てればと思います。極力わかりやすくですね、ご説明していければと思いますので、よろしくお願いいたします。また、何言ってんだよくわかんないっていうところございましたら、コメントいただきましたら、ご回答させていただければと思いますので、ぜひ気兼ねなくコメントいただければと思います。どちらかというと、初心者向けにはなってると思うんですけども、熟練者の方でも何か気づき、そんなことできたんだ、みたいなことがあるかもしれないので、よければご覧いただければと思います。では、本編どうぞ。では、まず種類についてなんですが、建材としては、まず藁の建材で、木の建材、アドベの建材ですね。これはスコッチドアースとかラグナロクとか砂漠系の建材ですね。石の建材、鉄の建材。で、こちらが温室の建材ですね。で、テック建材になってます。で、種類としては、藁は普通の天井だけで、それ以外は、こういった形で、三角のタイプの天井もあります。こんな感じの五角形ね。微妙に注意点というか、番外的な部分になるんですが、通常、天井を張って、時間が経てば、こういう風に、回収できなくなるんですが、バグなのか何なのか、温室の三角天井ですね。これだけなぜか、時間が経っても拾えてしまうというところがあって、これ気をつけないといけないのが、設置して、床とかに使った時にですね、建築の時に間違って拾ってしまって、上に置いてたものが壊れるというところがあったりするので、極力、割と見栄え良くて、僕も温室の天井使うんですけど、床にですね、何回かこれで間違って拾って、下に落ちたりとか、あと、上に乗ってた設備ですね、が壊れたりとかでしたことあるんで、お気をつけください。はい、失敗談でもあるんでね。では、種類に関しては以上となります。続いてなんですが、天井を、基本的にはそのまま設置っていうのはできないです。何かしら柱であったりとか壁とかに、設置する必要があります。設置する場合、この土台があるところから2マスまでは置けるんですが、それ以上は置けなくなってます。3マス目離れたところからは置けないっていう状態が発生します。これは、土台でもそうですし、壁張った時でも同じです。ただ、下に土台がこう繋がっている状態であれば、続けて設置していくことが可能です。ただし、下に土台が、今ここに土台があるので、ここから2マス離れたところまでしか設置ができません。で、これは、土台もそうですし、柱も土台と同じ判定を持っているので、同じ状態で設置ができます。で、2マス空いたら設置ができないっていう状態になります。まずこれが天井の基本の部分ですね。前回お話ししていた土台下げをした場合なんですが、この場合でも判定としては同じ形ですね。土台判定を受けることができて、
設置することができます。今土台がここまでなんで2マス分ですね。そこから先が置けなくなってます。で、これに関しての注意点があります。土台に関して、下げて、これは一応、1段、2段、3段まで下げてる状態ですね。で、この状態で、例えば、ここを壊してた場合につなげる状態ですね。この場合だと、設置、判定は残ってます。ここまでが今土台あるんで、ここまで残ってます。で、次に、これが、逆に行くと、3段落とした状態のものの時に、間設置したとして、この状態だと、2、3、4。これも、判定が受けれます。状態としては、2段下がった状態から、3段目っていう感じですね。ただ、これが、こう壊して、この状態。要は、こっから3段下がった状態で繋がっている状態になった場合は、判定が受けれなくなります。なんで、2段まで、2ですね。2段までは判定が残るんですが、3段まで下げてしまって、差が3段までついてしまった場合は、土台判定が繋がらなくなります。ただ、2段下げて、そこから繋げて、そこからさらに2段下げるとかは可能です。さっきみたいにですね。なので、ここちょっとややこしいんですが、離す距離ですね。順番に建材を節約したりとか、していく上で、確実なのはもちろん1個ずつ下げたまま残していくっていうのが確実なんですが、段差であったり、綺麗に見せたり、いろいろある上で、2段下げて、1段下げてとか、1段下げて、2段下げて、3段下げてって順番でもいいですし、2段下げて、そこからまた2段下げてっていう形でつなげていくことで土台判定を残すことはできます。このルールが分かってないと、ひょんなところで、空中じゃないですが、こういう感じで、間開けて建築をしていく上で、急に張れなくなったりとか、ちょっと複雑な形で作っていくときに、うまく天井が張れなくなってしまったりとかっていうところがあるので、ここが注意点として気をつけないといけないところになりますので、ご注意ください。多分この天井の、ルールの中で一番結構重要な部分になってくると思うので、続いて、それと、似たような形になるんですが、柱をこう続けて、これって、今どういう状態かっていうと、一回壊しますね。柱をスナップさせて、置いている状態なんですね。これで、土台判定がこれと繋がっている状態になっています。これ何かでスナップせずに置いた場合はもちろん繋がらないのでご注意ください。スナップしてるとこの土台繋げているのと同じ扱いになってます。なので柱をスナップで繋いでいる場合に関しては、上の方もそのまま土台判定を繋げていくことができます。ここから置けなくなる。で、ここにもう一個、スナップで置いた場合は、この状態で置けるようになるという形ですね。で、基本的に、要は水上で建築したりとかする場合は、この、形を取ることが多いので、覚えておいていただくと便利だと思います。あと段差使うところ、土台置けないところですね。は結構この建築、多いかと思うので、覚えておいていただければと思います。一つだけ注意点があって、この建築した場合に、通常アークの場合、公式とかだと、時間が経つと建材が消えます。で、単独で置いた場合、建材の消える時間っていうのが、それぞれ、建材によって違ってくるんですけども、つなげると、その期間が伸びます。ただ、単体で置いた場合っていうのは、ほぼほぼ、建材にはいりますが、1日とかで消えるようなイメージを捉えていただければと思うんですが、これ、浮かして、間空いて、天井を置いている場合は、これとこれがスナップしている扱いになるんで、天井、こうやって繋げてる時と同じ扱いになってるんです
けど、これ上置くまでは、単体の扱いになってるので、その場合ですね、建材が消えます。なので、公式で水上建築とかしてる場合なんですが、先に土台引くのに、柱だけポンポンポンって置いていった場合に、上張らないと、次ログインした時に、せっかく苦労して置いた柱が全部消えてるっていうことがあり得ます。実際、僕がそれなりました。昔ですね。1日かけて下の柱を置いたのに、全部消えるっていう、事態に陥ったことがありますんで、お気をつけください。なんで、一時的に、上張るのが大変な場合は、一時的に天井でもつなげて、置いておくとかですね。をしておかないと、全部消えちゃうということになり得るので、ここだけご注意ください。ちょっと余談にはなるんですが。余談ではないんですけども、裏技というのか何というのか、通常であれば、例えばこれ柱壊した場合に、一緒に、判定ないところは壊れるんですね。ただ、これ、通常であれば、今ここの柱判定なので、繋がってないと、天井3つまでしか張れない状態で、4つ落ちるはずなんですけど、これ、内側から壊した場合、壊れない。こうすると、下土台ないんですけど、天井が浮いた状態になります。ただ、これ注意しないといけないのが、こっちに設置したりとかは可能なんですけど、もちろんこっちには判定ないんで、つなげたりできない。ね。プラスするっていうことは、判定あるところはできるんですけど、ないところはできないんですが、ただですね、これ、壊すと、元の判定の部分になるので、別のところ壊してもね。なので、拠点に使う場合は結構注意が必要だったりします。完璧に作り上げてる時でないと、他のものなんか壊した時に一気に全部崩れるっていう可能性はあるので、あまりおすすめはしないです。この使い方ですね。ただ、こういうこともできます。完成形の橋ですね。作るときとかに使っていただくといいかもしれないですね。見栄えに関して。では、この天井の土台判定に関しては以上になります。続いて、天井の段差についてなんですが、これですね、今1個の土台に3つ天井がついてるんですが、それぞれ天井の高さが違うと思います。これそれぞれ何かっていうと、張り方が違うんですね。一回全部壊します。これも、どっちかというと見た目寄りの部分にはなってくるんですが、通常天井を土台に貼った場合、こういう形の判定になります。段差が1個できてしまう状態。ね。高さが土台の高さと天井の高さが違ってくるんですね。なので、ここに段差が生まれてしまいます。見た目的にはあまり良くないですね。で、これをさっきみたいに極力面合わせるのに、使うのが2つの方法がありまして、他にもあるんですけど、基本的なところでですね、2つありまして、1つが、前回土台編でお伝えした土台下げを使います。1段下げますよね。この状態で、1段下げた土台に天井を張る。これ拾っちゃっていいんで、で、この天井に合わせて天井を張ると、この形で少し下がった状態にはなるんですけど、基本的には段差近い状態になり、こっちよりは目立たない段差ですね。通常で貼った時よりは。もちろんこっちなくていいんですね。で、合わせることができます。で、もう一つの方法が階段ですね。階段に関しては、段差、貼る判定が2種類あります。したい段差によって合わせていただいてもいいんですが、応用効くんで、今回面を合わせるのであれば、この状態、土台と同じ高さの、設置をしていただいて、この階段に対して天井を張ります。で、そこから壁を張って天井を張る。それに合わせて天井を張る。
と、ちょっと高さ的には高くなるけども、ほぼほぼ面は合う。この状態の、高さに合わせることができます。一番低いのは一段下げたところにつけたやつですね。で、次にこの階段で下ろしてからのやつ。で、これが一番高くなる。その天井1枚分ぐらいとなっちゃう。っていうものと、なんで2つの方法を教えたかというと、微妙に高さが違うんですね。鉄であればどっちかというとこれぐらいがちょうどいいのかなっていうところになると思うんですけど、建材によって厚さが違うんですね。土台にしても天井にしても壁にしても。なので、建材によって微妙にうまく段差合う合わないっていうのも出てくるので、いろんな手段を覚えておくことによって、その都度、建材とか、状況、高さに合わせて、綺麗に揃えることができるようになってくるので、ご活用いただければと思います。これが天井の高さ調整についてになります。続いて、柱を伸ばしていく際の注意点になります。通常、さっきのように土台判定をする場合、この柱ですね、を天井から張った場合、普通に張るとこの頭が飛び出してしまいます。これは基本的に、建材どれに対しても発生します。多少建材によって厚さが違うので、さっき言った通り、目立たなくなる建材もあったりはするんですけど、どれも、基本的にこの頭が出ます。ただ、小技を使うと、こういう風に頭を出さずに柱を張ることができます。で、これどういうことかっていうと、まず、普通に柱張って、天井ですね、を、張ります。で、さっき言った通り、通常であれば2枚貼ったらあと貼れなくなるので、この貼り方なんですけど、もちろんスナップ効くところであれば、さっきみたいに柱スナップさせて伸ばせばいいんですが、もちろん段差あるところでスナップがうまくできない場合が出てきます。で、この場合に関して、やっぱりここからやって柱伸ばして、下までつければ、また伸ばしていくことができる。スナップ効かないところでもね。ただ、この場合、普通に貼るとこのように頭が出てしまう。で、水中とかで下に土台判定つける場合は別に見えないんで気にする必要ない場合もあるんですけど、隠したりできる場合とかですね。ただ、どうしてもそのまま柱の上に、ここに拠点を置くよみたいな状態になる場合、これって結構見栄え悪いですよね。一つの手段としてはここに貼って、ここを床としてしまうという手段もあるんですが、もう一個方法がありまして、こっちでやっている通り、頭を隠す方法があります。で、これをどうするのかっていうと、まず、通常柱、この天井に貼る場合に、この高さに貼る場合と、この高さに貼る場合があります。これ明るいとちょっと見にくいかもしれないんですけど、この状態ですね。の真ん中突き出た状態で一回置きます。で、この状態で置いた場合に、判定が2つ発生します。最初の頭出てる部分と真ん中に置いた柱に対しての、判定で繋がった部分は下側ですね。の判定で置くと、これを回収した場合に頭が出なくなり、はい、綺麗な状態ですね。で、もちろんこれに柱をつなげれば、地面までくっつければ、土台判定としてつなげていくことができます。なんで、陸上とかで、段差あるところに、建築していく場合は、頭出なくて済むんで、綺麗に天井という名の床を張っていくことができるようになります。これ結構知らない方も稀にいたりするので、建築とかしていく上では結構重要だと思われます。これが頭を出さなくする方法です。はい。では、いかがでしたでしょうか？本日は建築の基礎シリーズ、天井編ということでお送りいたしました。いくつかのパートに分けて、天井の小技とかですね、ご紹介してきたんですけども、何かの建築とかですね、アークライフにお役に立てればと思いますので、ぜひご活用ください。では、またこういうトラップであったり、建築の基礎シリーズもですね、ちょっと間空いてましたけど、ご紹介していければと思いますので、基礎が終わればちょっと応用編でですね、いろんな建築していければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お役に立てればですね、高評価、チャンネル登録とかですね、よろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。